こんにちは。大学の翔也です。今回はリフォーム現場になりますね。和室を洋間に変えていく現場になるんですけども、これ実際自分22、3年前ですか、この新築で建てさせてもらった現場なんですけども、やはりね、若いお孫さんがここへ入るっていうことで、どうしてもこの和室が嫌われてしまうんですね。綺麗な洋間に変えていきたいと思います。やっていきます。今回のこの現場のようにね、和室を洋間に変えていく、こういうリフォームが一番多いんじゃないですか。炊事場をね、床だけ張ったりキッチン変えたりするリフォームもありますけどね、なぜかしらこの和室ってね、嫌われるっていうことはないんですけど、やっぱ洋間が好まれるんですよね。和室って落ち着きがあっていいですけどね、和室に慣れていないこの若い子はね、ちょっとこう違和感があるんでしょうね。ご水準こっちへ3ミリだけ下がったやな。こっちが3ミリ下がったと。3ミリ。特に押し入れが嫌われるんですよね。ですからここのリフォームでも必ずこの一見のクローゼットは作ってやって、壁は貼って白くしてやって、最初ね、壁とクローゼットだけ消化なんて言ってたんですけど、壁だけしても和室の天井残したんですよね。これダメですか。少しタコついてしまうんですけどね、和室丸々リフォームするってことになりました。自分で建てた家をね、こうリフォームしてる時ってあまり数は少ないですね。しっかりした和室作ると割と長くそのまんま使ってもらえるっていうことなんですけども、まずは解体からですね。いつもリフォームは解体から始まるんですけど、一気にやっていきます。この場合ですとこの押し入れが一番奥にありますから、押し入れをばらして、そして天井っていくんですけどね、和室の場合ですと壁の解体ってあんまりないんですよね。間取りを変えていく場合はね、壁を抜いたり入り口つけたりしますけどね、今回のこの部屋はそのまんまの形でただ洋間に変えるってことですよね。ですから壁はそのまんまで押し入れと天井ですよね。その解体からやっていきます。持ってくるってことはないよね。自分の映像を見てね、それ言うのもちょっと変なんですけどね、この解体しているシーンって面白いですよね。スピードがありますしね、これを作ってるスピードは解体の10倍ぐらいかかってしまいます。それをテンポよく解体していく気持ちがいいですよね。作った手順の逆さまで砕いていくってことなんですよね。ほら、ここに折ってこんね。解体してみてね、この現場22、3年前でね、釘とビスの併用混合ですよね。デコダで使ったもう最後ぐらいの時期ですよね。釘ってね、やっぱビスよりもしっかりしてますよね。特にこのお宅は海辺なんでね、釘は錆びます。ある程度の太い釘でしたらね、鉄が垂れてきた時に釘と木をひっつける力がマックスになりますよね。錆びて膨張して温度以上に引き込む。それを抜こうと思うとね、釘って抜けませんよね。ですからこの解体の場合はビスモンであるとね、楽に抜けるなぁなんてホッとする、そういう気持ちになりますよね。天井の解体なんですよね。なかなかね、この和室のメスカシって自分らよく言うんですけど、一枚の板で貼るときはね結構早いんですけど、めくるときはね、どうしてもこういう風にバラバラにしてめくらないと取れない。上から区切ってありますってね。でも天井にはね、ちゃんと断裂で入ってましたよね。置いてもらおう。このお
宅22、3年は経ってるんですけどね、天井をめくっても全然これは追ってきませんよね。これがもし動物とかね道に囲まれてますとね、かなり足跡の粉塵がこの家の中まで入ってしまうんですよね。こういう風にめくっても綺麗っていうのはやっぱしこの家の建ってる環境もこの家のためには大事ですよね。高い部分のこの天井が砕けたんでね、今度は床をめくってきます。床は張ってある板だけをめくります。っていうのはこの床の高さって吐き出しのサッシもありますし、入り口の敷もあります。その高さにこう合わせていく。ちょっとゴブ板のこの元々の杉板の分だけがちょっとこの邪魔になってくるんですよね。この高さ的に感情が合わないってことですよね。ですから床板だけはめくってね、で新しいここの枝をこの上につけていく、そういう下地になります。これで解体が終わったんでね、まずは床からやっていきます。元々の下地のピスと釘はね、しっかりと締め直してあります。どうしてもこの木ってね乾いてくるんで緩んでます。で下がってはいなくても根段がこうやっぱりロンコロ動くんですよね。それをしっかり締め直して、そして高さ調整をしていきます。こうやってこういうことやね。よっこいしょ。これが日寸3分ってこれが元々の床の高さがね3ミリだけちょっと肩が出たんですけどね、この3ミリはねそのまんま生かしてもらいます。ほんの3ミリなんですけどね、直せないんかって言われてもちょっと具合が悪いんですよね。まして片方でねちょっと値段が当たったんでね、2件で3ミリでしたらね許容範囲じゃないですか。今あるこの根田45角の上にもう一回45角で方向を変えていってきます。根田の上に根田を打つってことなんですね。あんまりね切って積んでするとね床なりの原因の一つにもなるんですけどね、まあ今は木と木がビスで止められますからね。その点昔はこんな仕事ってちょっと無理があったかもしれませんね。いくら釘でしつけてても切って乾いててもそっからまた使ったら乾くんですよね。コンマ5ついても1ミリついてもどうしても擦れるようにこう動けばキュッキュッとこう音がしてしまいますからね。その点ビスは良くなりましたよね。根田の中間を飛んでいてもビスでキュッと呼んでくれますからね。プラス化をまたきちっと高さ調整をしておく、そっちの方がねより重要になってきます。もしこれが木でしてあったらまた一から作るか、プラス化ならキュッと半回転回せば終わりますからね、便利がいいですね。
今度はね床下に断熱材を入れてやります。もともと部屋はね和室で畳にスタイロが入ってましたよね。畳のスタイロの厚みと今使ってるこの厚み、畳の方がごついかもしれませんね。ですから昔は和室畳敷く場合はこれ断熱材って入れませんでしたよね。今回は捨て張りして12ミリのフロアを張ります。ですからね、せっかく床板をめくったんですから、この下には断熱材を入れておきます。下地の捨て張りが晴れたんでね、フロアを張ってきます。このリフォームのフロア張りでもね、和室の畳だけを取っ払って、そして畳の代わりにフロアを張る。そんな場合ですとね、寄せが丸っぽ今張っとるように見えてきます。それに塩をひっつけていかなあかんだよね。それはもう同じ3坪張るんでも手間は倍かかります。今回は壁に銅縁を流して石膏ボード貼ります。そうですからその分30ミリ出てきますよね。そのことによって周りにひっつけなくてもいい。入り口のちょっとしたこの塵の分だけはねこう見えてきますけども、大壁の部分はついてても OK ということで、割と張りやすい床になりますね。今はフロア張りでもねタッカーでパンパンパンと止めれます。30年ぐらい前ですとね、これがフロアネイルってね、ビスマでもネジ切ってないんですけど、ゆるいネジ釘やね、その釘をね打ってで頭を踏みしめでカンカンカンと締めてね、一本一本打つのが結構手間でしたね。こんだけ先ほどの床の水平ですよね、3ミリを直さなかったこのいうのはこのサッシの裏に合わせて、そして敷上場からの少しだけの塵が3ミリ、その3ミリが欲しかったんでわざと直さなかった、そういうことですね。だんだんボンドの抵抗でそしてこういう下張りはしませんでしたね。枝だるきに直接フロアはあります。ですから床がしける場合ね、しとっとしとる土のまんまですとね、このフロアに直接湿気が当たったよね。そのことによってこのフロアが一枚一枚が剥がれてパンクするっていうんですけども、5枚ぐらいに分離してしまう。そのことでこの床がぐにゃぐにゃになってね、でよく張り替えに行きましたよね。それはやっぱし物も悪かったんですけども、施工の仕方もやっぱりちょっと悪かったんですよね。最後の壁の張り締まりのとこでもね、柱が貸してくると思っただけでこの
気は楽ですよね。きちっとしつけなくても。特に道具が引っ掛けられますよね。トントンであってもバールであってもね、こじることができます。こないよね。そしてクローゼットのとこはレールの分だけ開けて、クローゼットの中もフロアで仕上げます。サッシのビスもんでね、これで床は完成ですね。はい。これで解体からね、この床のフロアの仕上がりまでできました。この後はね、また天井張って壁をやっていきます。以上、大の試合でした。